史上最悪の税金割り当て調達制度。今日は税率が 100% 超えという史上最悪の税金を紹介します。もちろん払えるわけがなく餓死者が続出。わずか10ヶ月で数百万人が餓死するという史上最悪の結果を叩き出しました。目次はこちらです。それでは順にお話ししていきます。1、この税金何が違うのか。先生、消費税って高いのだ。なんとかしてほしいのだ。まあ気持ちはわかるけど、今日は消費税どころじゃない税金の話をするよ。消費税どころじゃない、もっと高いのがあるのだ。税率が実質 100% を超えた制度がある。1932年のソビエト連邦の話だ。 100% って全部持っていかれるのだ。全部どころか翌年の種まき用の穀物まで持っていかれた事例が記録に残っている。それって税金じゃなくて強盗なのだ。制度の名前は割り当て調達制度という。法律の形式は一応整っていた。国が定めた量を農民が国に渡す、それだけだ。それだけって言い方が怖いのだ。2、ウクライナという部隊。なんでウクライナでそんなことになったのだ。ウクライナはソ連の中で一番の農業地帯だった。当時のソ連全体の農業生産量のうち約 40% をウクライナが担っていた。 40% ってほぼ半分なのだ。スターリン政権は工業化を急いでいた。工場を建てるには機械がいる。機械を輸入するには外貨がいる。その外貨を稼ぐための輸出品がウクライナの穀物だった。じゃあウクライナの農民が工業化を支えていたってことなのだ。そういうことになる。同時に農業の集団化も進めていた。個人の農地を廃止してコルホースという集団農場に統合する政策だ。農民は自分の土地を失い集団農場の労働者になった。土地を取られた農民怒らなかったのだ。各地で抵抗が起きた。特にウクライナでは根強かった。そういう状況の中で1932年に割り当て調達制度が導入される。3、制度の中身。具体的にどれくらい取られたのだ。1932年のウクライナの穀物生産量は約1370万トンだった。そこに課されたノルマが770万トンだ。1370万トンのうち770万トンを取られるってことは収穫量の 56% だね。農民の手元に残るのは 44% になる計算だ。 44% も残るならなんとかなりそうなのだ。そこが重要なんだけど 44% では全然足りなかった。なんでなのだ。4、44% では足りなかった理由。農村で穀物がどう使われるか考えてみようか。収穫した穀物全部食べられると思う？食べる分だけじゃないのだ。まず自家消費。家族が1年間食べていくための量が収穫量の約 30% 必要だった。農作業には牛や馬がいる。その飼料が約 20%。 そして翌年の種もみが約 10% だ。30と20と10で 60% が最初から使い道が決まってるのだ。そう。つまり収穫量の 60% は農業と生活を維持するための最低ラインだった。でも残ったのは 44% なのだ。 44% では 60% に届かない。実質の税率は 140% というとんでも状態だ。自家消費を削るか、家畜の飼料を削るか、種もみを削るか、どれかを諦めるしかない状況だ。種もみを削ったら来年は何も作れなくなるのだ。その通りだ。実際翌年の種もみまで徴収された事例が記録に残っている。来年の農業が潰れるのにそれでも取っていったのだ。そしてノルマは実際の収穫量ではなく計画上の数字で決まっていた。徴収部隊が村に入り家の中、納屋、地下を調べた。隠していた食料が見つかれば没収だ。家の中まで調べるのだ。1932年8月に制定された法律では集団農場の財産を盗んだ者には銃殺か10年の強制労働が課された。盗んだものというのはつまり農民が自分の穀物を隠したらどういうことなのだ。そういうことになる。この法律は穂の法律とも呼ばれた。収穫後の畑に落ちた穂を拾う行為も対象になったからだ。落ち穂を拾ったら犯罪なのだ。
子供が落ち葉を拾って逮捕された記録が残っている。1932年から1933年の間に10万人以上の農民が逮捕された。うち約4500人が銃殺刑で、残りは強制労働収容所に送られた。なのだ。5、何が起きたか。食料を奪われた村はどうなったのだ。飢饉が始まった。1932年の秋から1933年の夏にかけての約10ヶ月だ。10ヶ月でどれくらいの人が亡くなったのだ。研究者によって数字は異なる。ウクライナ政府の公式見解は390万人から700万人、人口統計学的な研究では350万人から500万人という数字が多く引用されている。当時のウクライナの人口ってどのくらいだったのだ。約3000万人だ。3000万人のうち350万人でも人口の 10% 以上なのだ。10ヶ月で。最も保守的な推計でも1日あたり1万人以上が亡くなっていた計算になる。1日1万人なのだ。この出来事はホロドモールと呼ばれている。ウクライナ語で飢えによる大量殺害を意味する言葉だ。6、なぜ止まらなかったのか。これだけのことが起きているのになんで誰も止めなかったのだ。理由は2つある。1つは情報統制だ。ソ連政府は飢饉の存在を否定した。外国人記者のウクライナへの立ち入りは制限されて、国内でも飢饉という言葉を使うことが禁じられた。飢饉という言葉を使っただけで捕まるのだ。農民が村を出ることも禁じた。1932年12月の内部通達で、飢饉が最も深刻な地域の農民は都市へ移動できなくなった。逃げることも助けを求めることも制度的に封じられていた。もう一つの理由は何なのだ。ノルマの硬直性だ。現場から収穫量が足りない、これ以上は出せないという報告が上がった。しかし中央政府はノルマを引き下げなかった。なんでノルマを変えなかったのだ。計画経済の構造上、ノルマを下げることは計画の失敗を意味した。それを認めると政策そのものの正当性が問われる。だから現場の報告より計画の数字が優先され続けた。1932年の秋、徴収が進まない村はブラックリストに載せられたって本当なのだ。本当だ。リストに載った村には食料品の追加配給が止まった。すでに食料がない村に対してさらに食料の供給を絶った。意味がわからないのだ。行政の論理が現実の状況より先に動いた結果だ。国際的にはどう評価されているのだ。ウクライナを含む多くの国がジェノサイドと認定している。ロシアはジェノサイドとは認めておらず、国際的な議論は現在も続いている。7、税制の設計論として、先生は税理士だからこの制度を見てどう思うのだ。構造的な欠陥が1点ある。徴収量が実際の収穫量に連動していなかったことだ。普通の税金とは何が違うのだ。通常の課税は収入や利益に対して一定の率をかける。収入が減れば税額も下がる。割当調達制度は違った。実際の生産量とは無関係に固定量を要求した。凶作の年でも同じ量を出さなければならない。それって収穫が減るほど実質的な税率が上がっていくってことなのだ。そうだ。関税力、つまり納税者が実際に払える能力を超えた課税は経済活動そのものを貯める。農民が種もみまで奪われれば翌年は何も作れない。短期的な徴収が次の年の生産基盤を壊した。自分の首を絞めているのだ。税制の本来の機能は国家の財源を調達しながら経済活動を持続させることだ。この2つを両立させることが制度設計の出発点になる。ホロドモールはその条件がどちらも満たされなかった時、何が起きるかを示した歴史的な事例だ。今日は重い話だったのだ。でもなんで税金の設計が大事なのかがよく分かったのだ。数字を正確に把握すること、現場の実態に精度を合わせること、機能する税制の最低条件はそれだけだよ。今日はここまで。いかがでしたか。この情報が役に立ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。ご質問やご感想も歓迎します。